皆さんこんにちは。今回はレッドジャイアントのトラップコードのパーティキュラーについて解説していきたいと思います。トラップコードのパーティキュラーはパーティクルを生成して画面内に粒子や図形を飛ばすことができるエフェクトです。豊富なパラメーターを駆使して粒子をコントロールすることにより、炎や水、煙などの流体をリアルに再現できます。この粒子一つ一つが細胞のように集まって様々な形を作り出し、多彩な表現を可能にします。例えば皆さんが普段見ているゲームで使用されている魔法やエネルギーみたいなものは全てこの粒子から作り出すことができます。さらにパーティクルとして飛ばせるのは粒子だけでなく、テキストだったり図形だったり画像だったりに置き換えることもできるので、様々な視覚効果として利用できます。アフターエフェクツには CC パーティクルワールドというパーティクルエフェクトが標準で用意されていますが、操作性や機能面で足りない部分が多いので、事実上このパーティキュラーが業界標準で使用されています。パーティキュラーは私が今まで最も使用したエフェクトの一つですし、間違いなくアフターエフェクツにおける代表的なプラグインです。仮にこのプラグインを極めれば、今後あなたはアフターエフェクツで食うに困ることはないでしょう。そんなエフェクトは他にないと思います。それだけに奥が深く、習得には長い時間がかかると思います。今回の前編の動画ではパーティキュラーがどんなプラグインか概要を紹介していきます。購入を検討している人は参考にしてください。後編ではもっと踏み込んでパラメーター一つ一つを細かく解説します。現状パーティキュラーを使用するにはマクソンのサブスクリプションサービスのマクソン1かレッドジャイアントコンプリートを購入する必要があります。マクソンのサブスクの購入については詳しくはこちらの動画をご覧ください。それでは解説していきます。パーティキュラーは平面に適用して使用するエフェクトです。まず新規で平面を作成します。エフェクトからトラップコードのパーティキュラーを選択します。これでパーティキュラーを適用できました。再生してみましょう。放射状に粒子が飛んで見えます。これがパーティキュラーの初期状態です。粒子の出力方向が分かりやすいようにカメラを作成します。2画面にして一方をカスタムビューにして俯瞰して見れるようにしておきます。パーティキュラーは内部的に 3D なのでカメラアニメーションにも対応しています。ではエフェクトコントロールパネルでこの粒子をカスタマイズしていきますが、パーティキュラーはパラメーターが多いので詳しい説明に入る前に特に重要なパラメーターをピックアップして紹介します。パーティキュラーを扱う上での全体の流れです。まずエミッタータイプはパーティクルの発生源の形状を設定します。初期状態ではポイントとなっているので点からパーティクルが発生しているのが分かります。次にパーティクルセカンド、これは1秒間に発生させる粒の数です。当然この数値が増えると PC の動作が重くなっていきます。次はディレクションです。パーティクルの出力方向を設定します。初期状態ではユニフォームになっているので全方位に放出しています。これをディレクショナルに変更すると特定の方向に対して出力を向けます。正面から見ると分かりにくいですが、カスタムビューで見ると奥側にパーティクルが放出されているのが分かります。ディレクショナルに変更したことでローテーションが調整できるようになるので Y ローテーションに90と入力します。エミッターの向きを変更できました。次はベロシティです。エミッターから出力されるパーティクルの初速度を設定します。ここでは100から400に変更します。初速度と表現したのはエミッターから放出されたパーティクルは空気抵抗や風などの影響を受けて速度を変化させるので、あくまでここで設定するのは出力される時の初速度です。次はベロシティオーバーライフです。パーティクルが発生した瞬間から消滅するまでの間に粒子のスピードがどのように変化するかを設定します。横の軸は寿命を表しています。初期状態では一定のグラフになっていますが、このグラフを選べば粒子のスピードがどんどん遅くなるという設定です。再生すると粒子の速度がどんどんゆっくりになり、消滅する前には止まっているのが分かります。次はライフです。パーティクルの発生後から消えるまでの寿命を設定します。単位は秒です。初期設定では3秒になっています。次はパーティクルタイプです。ここでパーティクルとして何を発生させるかを設定します。初期状態ではスフィアに設定されているのでこのように球体が放出されているわけです。次はサイズです。パーティクルの大きさを設定します。ここでは20にします。
そしてサイズオーバーライフはパーティクルの発生後から消えるまでの間に大きさがどのように変化するかを設定します。右肩下がりのグラフはどんどんサイズが小さくなるという設定です。次はオパシティ、パーティクルの不透明度を設定します。ここでは 50% にします。そしてオパシティオーバーライフはパーティクルの発生後から消えるまでの間に不透明度がどのように変化するかを設定します。こちらはサイズとオパシティで同じグラフで比較した図です。よく似た表現ですが、サイズとオパシティでこのような表現の違いがあります。次はセットカラーです。発生したパーティクルの色の設定です。ここでは赤にします。ここからは環境のパラメーターです。まずグラビティ、パーティクルに重力を与えます。プラスの値が大きいほど早く落下し、マイナスの値が大きいほど早く上昇していきます。そしてエアーデンシティ、空気抵抗みたいなイメージで使用できます。数値を上げることで発生したパーティクルを徐々に減速させることができます。数値が上がるほど風の影響を強く受けます。この数値を0にすると風などの設定が無効になります。そしてウィンド、ここで風の向きを設定することができます。 Y にマイナスの数値を入力すると Y 軸のマイナス方向、つまり上方向の風が吹きます。そしてエアータービュランス、大気中の乱気流がパーティクルに対してどの程度影響を与えるかを設定します。アフェクトポジションに100と入力します。乱気流を与えることでより流体っぽく見せることができるので重要なパラメーターです。まとめると、まずエミッタータイプで発生源の形を決めます。ディレクションで粒を飛ばす方向を決めます。パーティクルタイプで粒の形を決めます。粒のサイズ、不透明度、カラーを決めます。パーティクルセカンドで発生させる粒の数を決めます。ライフで粒の寿命を決めて、ベロシティで粒の放射速度を決めます。そして放射された粒にかかる空気の影響や重力、風などの環境の設定をします。さらに時間経過に伴うサイズや不透明度、速度の変化をグラフで設定することができます。以上が大まかなパーティキュラーの設定の流れです。パーティキュラーがどんなプラグインかなんとなく理解していただけたと思います。ここからはどんなパラメーターグループがあるか紹介していきます。今回パーティキュラーのバージョンは現時点の最新のもので解説していきます。バージョンによってはパラメーターの場所や名称が細かく変更されているので注意してください。それではエフェクトコントロールのパラメーターを見ていきましょう。大きく分けると項目が13のグループに分かれています。まずはデザイナーというこの青いボタンを押すと専用のブラウザが立ち上がります。このブラウザ内はより直感的にパーティクルを編集できます。とは言ってもこのブラウザは比較的新しい機能なので、古くからのユーザーはエフェクトコントロールのパラメーターで編集してもいいです。できることは大きく変わりません。その下の小システムズでは扱うパーティクルの数を増やすことができます。初期状態ではプライマリーシステムだけになっていますが、アドアシステムを押すことで同じ空間にパーティクル自体を追加していくことができます。パーティキュラーでは最大で16個のパーティクルシステムを持つことができます。次のエミッターから下の項目はパーティクルを編集するためのパラメーターになります。エミッターではエミッタータイプ、エミッターのポジション、ディレクション、ベロシティなどパーティクルの発生源に関連するパラメーターが集まったグループです。その下のパーティクルでは寿命、粒の形、粒のサイズ、不透明度や色など粒子に関連するパラメーターが集まったグループです。その下のエンバイロメントは重力や風、空気密度や乱気流などパーティクルを扱う環境に関連するパラメーターが集まったグループです。その下のフィジックス・シミュレーションズでは4つの高度な物理シミュレーションを扱うことができるグループです。シミュレーションなので限られたパラメーターを設定することで計算して物理的にリアルな動きを作成してくれます。バウンスでは特定の面にぶつかった時に跳ね返る動きをシミュレートできます。メアンダーでは蛇行するような動きをシミュレーションできます。フロッキングでは鳥の群れのようにパーティクル同士が互いに影響を与え合い近づいたり離れたりする表現が可能です。フルイド&コンバッションでは水や煙や炎や爆発などのシミュレートができます。その下のディスプレイスではドリフトやスピン、モーションパスやタービュランスフィールド、スフィリカルフィールドを使用して
さらに複雑な粒子の動きを制御することができます。カレードスペースでは万華鏡のようにグラフィックを X 軸 Y 軸 Z 軸に対してミラーリングさせることができます。複雑で幻想的なグラフィックパターンを作成することができます。レイヤーマップは初期状態ではパラメーターが暗くなってます。エミッタービヘイビアでダイナミックフォームを選びます。エミッタータイプをボックスに変更します。これでレイヤーマップが使用できる状態になりました。レイヤーマップはもともとトラップコードの別のプラグインであるフォームにあったパラメーターです。最新のパーティキュラーではフォームのような表現が可能になっています。レイヤーマップはフォームを使用するときに必要なパラメーターです。詳しくはパーティキュラーをフォームとして使うパートで説明します。グローバルコントロールズはパーティクル空間全体に関連するパラメーターが集まったグループです。ライティングでは AE のライトを使用してパーティクルに光を当てて粒子に陰影をつけることができるパラメーターです。ビジビリティはパーティクルの可視性についての項目です。パーティクル空間の中でどの程度の範囲を表示するかなどの設定ができます。レンダリングは解像度や被写界深度やモーションブラーなどレンダリングに関する設定ができます。エフェクトコントロールではこのように13のグループに分かれています。では一番上のデザイナーのボタンを押します。エフェクトコントロールパネルと同様にこのブラウザでパーティキュラーのパラメーターを調整できます。実際このブラウザ内でパーティクルに関するパラメーターはほとんどがコントロールできます。先ほどのエフェクトコントロールの13のパラメーターのうち10のグローバルコントロール、12のビジビリティ、13のレンダリング以外の項目はほとんどがコントロールできます。まずこのプレビューエリアでは現在のパーティクルの状態をプレビューすることができます。そしてエフェクトコントロールの小システムズはこのブラウザでは左下にあります。ここでパーティクル自体を増やすことができます。そしてその右にずらりと表示されているのがパーティクルの設定ブロックです。パラメーターが各グループに分けられていて、それぞれのブロックをクリックすることで関連するパラメーターが画面右側に表示されます。例えばエミッタータイプのブロックをクリックするとエミッターのタイプやエミッターの動作、1秒間に発生させるパーティクル数などが変更できます。モーションのブロックをクリックすると放射方向や速度など動きに関するパラメーターが編集できます。このように各ブロックごとに必要なパラメーターが振り分けられています。ではパーティクルのカラーをクリックしてパーティクルの色を赤に変更してみましょう。そしてパーティクルのサイズのブロックを選択してサイズオーバーライフのグラフを編集します。プリセットから右肩下がりのグラフを選択します。再生してみましょう。インジケーターを最初に戻し再生ボタンを押します。このように各設定を変更することでブロックのサムネイルが変更され現在のパーティクルの設定がどうなっているか一目でわかる設計になっています。さらに各ブロックでダブルクリックすると各項目のプリセットが呼び出せます。例えばパーティクルのカラーでダブルクリックしてプリセットを使用してみましょう。このように大量のプリセットから好みのものをワンクリックで使用できます。このプリセットを呼び出すにはブロックをダブルクリックする以外に右上のブロックスの矢印ボタンをクリックしても呼び出せますし、ショートカット B でも同じように呼び出せます。当然プリセットは適用した上で編集もできますし、編集した上でこの矢印マークで新しいプリセットとして保存できます。好きな名前をつけて保存してみましょう。プリセットを開くと今作成したものがプリセットとして使い回せます。ではパーティクルタイプをダブルクリックしてプリセットを開きスターを選択してみましょう。粒子がキラキラに変わりました。ではオパシティのブロックを選択してプリセットを開きます。そしてフリッカーのグラフを選択してみましょう。再生します。不透明度をこのようなグラフにするとパーティクルが点滅します。これでキラキラのパーティクルを作成できました。ではプレビューエリアで左クリックでドラッグしてみましょう。このようにこのブラウザではエミッターの位置を簡単に動かすことができます。エミッターが動いた時の挙動を簡単にシミュレートできます。これもこのブラウザを使用する大きな利点です。では下のブロックを見るとフィジックスから右のブロックが暗くなっています。暗くなっているブロックはその項目が無効になっていることを表しています。例えばフィジックスのエンバイロメントのグラビティに50と入力してみましょう。するとエンバイロメントのブロックが点灯しました。これはエンバイロメントが有効になったことを表しています。プレビューエリアで動きを見てみましょう。パーティクルが重力の影響を受けているのが分かります。
ブロックの上で右クリックでリセットブロックバリューで設定をリセットできます。するとブロックが再び暗くなりました。これで環境より右側の項目は機能していないという状態です。それではここに新しくパーティクルシステムを追加していきたいと思います。今はプライマリーシステムだけの単体のパーティクルです。ここにプラスマークをクリックして追加します。システム2が追加されました。パーティキュラーでは1つ目のパーティクルシステムはプライマリーシステムと呼ばれ、唯一親のような存在になります。それ以降追加されたパーティクルシステムはその子供のような扱いになります。目玉マークで表示非表示を切り替えられます。オルトを押しながらクリックでソロ表示ができます。システム2だけソロ表示します。再生します。初期設定のパーティクルが追加されたことが分かります。ブロックを見てみると、このパーティクルの色までが設定してあって、シミュレーションが暗くなっていて、他の部分に注目すると空欄になっています。この空欄は何を意味しているかというと、親であるプライマリーシステムの設定を継承する状態を意味しています。これは重要なポイントなので覚えておきましょう。パーティクルを追加した時はデフォルトでシミュレーションの設定以外は親に従う設定になっています。今エンバイロメントは親に従う設定になっているので、親のプライマリーシステムを選択してエンバイロメント内のグラビティに50と入力すると、このようにシステム2のパーティクルも重力の影響を受けるようになります。システム2を選択するとエンバイロメントはこのように空欄のままです。親のプライマリーシステムも表示させます。システム2で空欄のブロックをクリックしてデフォルトのプリセットを選択します。これでエンバイロメントが無効の状態ではありますが、設定が追加されました。この状態だとシステムには親の重力の設定の影響を受けなくなります。このブロックがグレーの状態と空欄の状態の違いを理解しましょう。例えばこの状態でシステム2のカラーの白を削除してみましょう。デリートキーで削除できます。するとカラーが空欄になるので、親のカラーを継承し、システム2のカラーもカラフルな色になりました。パーティクルシステムを複数使った時のパーティクル同士の関係について説明してきました。空欄のブロックは親の設定を継承すると説明しましたが、ここで言う親はあくまでプライマリーシステムのことを指しています。パーティキュラーにはこれとは別に親子付けの設定があり、とても重要なのでここで解説します。ではシステム2を選択してエミッタータイプのブロックを選択します。エミッタータイプの下から2番目のエミットフロムペアレントを選択します。この設定は他のパーティクルをエミッターとしてパーティクルを発生するという設定です。ペアレントシステムで発生元のパーティクルを指定します。今はプライマリーシステムになっているのでそのままで OK です。これでプライマリーシステムからパーティクルを発生することができるようになりました。分かりやすいようにモーションのベロシティを0にします。サイズのブロックを選択し、サイズが大きいので1にします。サイズのグラフを右肩下がりのグラフにします。重力の影響を受けているプライマリーシステムの重力を0に戻します。これでプライマリーシステムのキラキラのパーティクルの軌跡が描画できました。キラキラ一つ一つからシステム2のパーティクルが放射されている状態です。これで粒だけでなく線も表現できます。このパーティクルをエミッターにしてパーティクルを発生させるという設定はとても重要です。パーティクルでより複雑なものを作成するには必要不可欠のテクニックとなります。以前までのパーティキュラーでは AUX システムというパーティクルから粒子を発生する設定が用意されていました。つまりメインのパーティクルと AUX システムの2種類でパーティクルを作成していました。しかし現在のパーティキュラーではパーティクルシステムが最大で16個使用できるようになっていて、それぞれがパーティクルの発生源として他のパーティクルを選択できるようになっています。なので最新のパーティキュラーではより複雑で自由な発想が可能となっています。そして紹介が最後になりましたが、このブラウザを使う最大の利点が左上にあるプリセットです。これは右上のブロック単位のプリセットとは違い、パーティクルシステム全体のプリセットです。左上のプリセッツの矢印をクリックするか、ショートカットで P を押せば呼び出せます。プリセットはなんと全部で548種類もあります。すでに用意されているパーティクルシステムを使用でき、そこから編集もできます。適用の仕方は簡単で、使用したいものをクリックするだけです。ベーシックのグループからベーシックグロースフィアーズをクリックしてみましょう。パーティクルを置き換えることができました。すべてのブロックがプリセットの設定に差し替わりました。
このようにパーティクルシステム全体のプリセットを使用することができます。オルトを押しながらプリセットをクリックすると今あるパーティクルに追加することができます。今追加した AUX システムは粒子の軌跡を描くことができるプリセットです。これでベーシックグロースフィアーズに AUX システムを追加することができました。ではこのパーティクルシステム全体をプリセットとして保存してみましょう。左下の矢印をクリックします。名前を Tip スマッシュとして OK を押します。プリセットの一覧を下にスクロールしてみましょう。カスタムというグループの中にプリセットとして保存されています。このようにデザイナーのブラウザ内で作業する利点は、この大量のプリセットが使用できる点にあります。大まかに自分が欲しいタイプのプリセットを組み合わせて、そこから数値を調整して編集していくことをお勧めします。それでは最後にプレビュー画面の下のアイコンについて説明します。まずパーティクルをリセットします。この矢印マークがリセットボタンです。ここから説明のために少しパーティクルを編集します。初期状態からモーションのブロックでディレクションをディレクショナルに変更します。ディレクショナルに変更した時の初期状態は画面奥に粒子を放出しているので Y ローテーションに180と入力します。ベロシティに1万と入力します。これで勢いよく画面の奥から手前に粒子が迫ってくるパーティクルを作成できました。まずカメラマークの説明です。このカメラマークをクリックして青く点灯している間はプレビュー画面のカメラを操作することができます。今アイコンが回転のアイコンになっています。役割は AE 内のカメラと同じです。このアイコンの状態はオービットと呼ばれる動きで、被写体の中心をカメラが回るように動かすことができます。カメラの左のアイコンで画角をリセットできます。ではこの状態でショートカットの C を押してみましょう。するとカーソルが移動マークに変わりました。これはパンと呼ばれる動きで、カメラを固定したまま上下左右に動かすことができます。画角をリセットします。もう一度 C を押すとズームマークに変わります。これはドリーと呼ばれる動きで、カメラが被写体に近づいたり遠ざかったりとズームさせることができます。このようにショートカット C を押すことでオービット、パン、ドリーを切り替えることができます。カメラが使いにくいのがこのブラウザの最大の欠点です。カメラ操作の動作もとても重いですし、統合カメラツールもありません。一度再生します。次はこの丸が動いているようなアイコンです。これはモーションブラースイッチです。モーションブラーをオンにした時の状態をプレビューすることができます。再生してみましょう。粒子がブレていてモーションブラーが効いているのが分かります。 PC に負荷がかかって少しスローになっています。モーションブラーはオフにして、その隣の線路のようなアイコンです。これは被写界深度のスイッチです。オンにしてみましょう。特に変化しません。被写界深度のスイッチはカメラがある時にしか機能しません。一度このブラウザから出ます。カメラを新規作成します。カメラの設定を開いて被写界深度をオンにします。分かりやすいようにブラーレベルを 300% にします。では再びデザイナーのブラウザに入ってみましょう。この状態で被写界深度のスイッチをオンにしましょう。奥にピントが当たり手前の粒子がボケたのが分かります。これで被写界深度をオンにした時の状態をプレビューすることができます。被写界深度スイッチは現在のアクティブカメラの設定で再現されるため、コンポジション内にカメラが作成されていないとオンにしても効果がありません。これでこのブラウザの使い方はなんとなく分かっていただけたと思います。今回のパーティキュラーは前編と後編の2部構成で解説していきます。この前編の動画ではパーティキュラーがどんなプラグインか、パーティキュラーの概要について紹介してきました。今流れている映像は全てパーティキュラーのみで作成可能なグラフィックです。パーティキュラーには今回の前編の動画では紹介しきれなかった機能がたくさんあります。後編ではそれを含めてより深く全パラメーターを一つ一つ詳しく解説していきます。パーティキュラーの購入リンクはこの動画の概要欄をチェックしてください。パーティキュラーを手に入れた方は後編の動画で全てのパラメーターについて理解を深め、苦手意識をなくしましょう。それでは後編の動画でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。